視聴者の皆様、いつもご覧いただいてありがとうございます。エリックです。今日は1月31日、先週からの寒波でとても寒い日々が続いています。今回は以前から一緒に遊んでいるバイク仲間とコテージ泊で遊びに行くことになりました。その様子を施設の紹介と合わせてお届けしようと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。松原の入り口から近畿道になります。私が多分一番よく使っている高速道路になります。近畿道で松原から門真まで走って、ひとまず集合場所のイオンモール第二次に向かいます。うちのバモスはターボなので、高速の合流とかでもそれなりに加速はしてくれます。とてもパワフルというわけではなく、最低限のパワーはあるといった感じですね。ただ、静心断熱材を前面に入れて内装を木材で作っているので、それなりの重量ではあると思います。いつも出かけるとなると結構走るので、今日の移動は体感的にはお散歩圏内ぐらいですね。あっという間に大東鶴見の出口まで走ってきてしまいました。近いと楽でいいっすね。ガソリンが半分ぐらいになっていたので、合流前に給油を済ませます。バモスを買った時は燃費がリッター 7km とかでしたが、今は11から 12km でかなり改善しました。さて、集合場所のイオンモール第二次はもうすぐです。安全運転で行きましょう。イオンモールは駐車場も広いし、集合して昼食食べたり買い出しするのにちょうどいいですよね。なんか立体駐車場ってちょっとワクワクしますね。軽自動車のメリットの一つ、軽自動車専用の駐車枠が使えるのが便利です。パンパーが来るのと近いうちに南の30に走ろうと思っているので、スタッドレスに履き替えてきました。お昼ご飯はベニトラ餃子棒の天津飯とチリマヨ揚げ餃子をいただきました。チリマヨ揚げ餃子がめちゃくちゃ美味しかったです。お持ち帰りしようかなと思ったぐらい。みんなで昼ご飯食べて、今から左方向です。今日泊まるコテージの方に向かいます。イオンモールだといろんなお店が揃っているので、買い出しにもとても便利ですよね。今回も友人が気を利かせてくれて、ケーキを2通分買ってくれたみたいです。とても嬉しいですね。こういう上り坂に来るとアクセル踏み込んでキックダウンさせて加速すべきだと思いつつ、あまり無理をしてエンジンを壊したくないので、なるべくキックダウンしない程度にアクセルを踏んで走ってます。それでもそれなりに走ってくれるのは、やっぱりターボの恩恵があるのかもですね。もちろん速くはないんですけど、一人乗車だと街乗りする分には十分なパワーかなと思ってます。今回は室井手前を通る道路が通行止めだったので、一度国道163号線を奈良まで行ってから県道701号で迂回して市議小松スカイラインの入り口まで向かおうと思います。この道路を通るとそのまま笠木方面まで向かいたくなる気持ちがなきにしもあらずって感じです。久しぶりに薪ストーブとリビングシェルターを使って冬キャンプしたいなと思ってます。さてさて、行ってる間に市議小松スカイラインの入り口まで到着しました。ここからは有料道路になります。ちなみに残念ですが、原因は通行禁止です。料金所はチケット方式で、道中のゲートで必要なので、すぐ出せるようにしておいた方がいいですね。
もう何年前かわからないですけど、前回来た時は料金所に係員さんがいる方式だったんですよね。パノラマ展望台です。結構ね、うちのバロンス距離走ってるんで、できたらいたわってあげたいなーって感じなんですけどね。シギスカね、すごい景色がいいんで、今日もね、東大阪の野外活動センターっていうところに行くんですけど、コテージからね、めちゃくちゃいい景色が見れるってことで楽しみにしてます。夜景がね、とにかく綺麗だと思うんで、夜景はね、何回か見に来たことあるんで楽しみにしております、ね。いろいろ内装も作ってね、荷物も積んでるんで、もう上り坂は頑張ってるって感じがします。もちろん思いっきり踏めばキックダウンしてね、エンジンが回って登ってくれるんですけど、できたらあまり使わないようにしてます。エンジンのね、負担になるんで、だいぶ上まで登ってきたんですね。シギスカは本当に景色が綺麗です。たまにね、こういう施設は車高の低い車のことは考慮されてないことが多いですよね。本当はね、今回丹波の方のキャンプ場、丹波悠々の森っていうね、もう一個お気に入りの、キャンプ場があるんですけど、そっちに行く予定だったんですよね、最初。ちょっとどうもすごい寒波が来そうだってことで、1週間ぐらい続くって言ったのかな。到着しや来ました。生駒山のパノラマ展望台になります。目的地は左側です。お疲れ様でした。おそらく四季スカイラインの中で一番見晴らしのいい展望台になると思います。自社自賛ですが、写真を撮るたびに思うんですよね。ボディカラー青にして世界だったなーって。冬は空気が澄んでいるので、遠くの神戸や淡路島、四国なども見えますね。素晴らしい眺めです。四季スカイラインに来たら、ここは絶対に訪れてほしいスポットですね。近畿圏でここまで開けた状態で景色を眺められるところはなかなかないと思います。奈良から大阪までぐるっと270度ぐらいは見渡せると思います。自販機はありますがトイレがないので事前のトイレ休憩をお勧めします。パノラマ展望台を見てきました。めちゃくちゃ景色いいっすね。昼間来るのもめちゃくちゃいいっす。奈良の方から、ね、神戸の奈良、大阪、神戸って全部見渡せるんで、なかなかない景色っすよね。あと楽しい車乗ってる人はめちゃくちゃ楽しみそうな感じですね。残念ながらね、二輪車は走れないんで、ここバイクで走れたらめちゃくちゃいいのにね。もったいないな。マロス本当にハンドリングが素直ですね。いいよ、楽しい。定番だけどね、なんか楽しさはやっぱあるですね。今カメラ全く固定せずにポンって置いてるだけなんで、イニシャル D のコップの水をこぼさないみたいなになってるですね。カメラを倒さない運転をしてます。この先民家があるんだ。すごいね。この中に民家があるんですね。あ、ここが暗がり峠ですね。そうだなんですよ。四季スカイライン暗がり峠の有名なね、傾斜がやばいっていう有名な
暗がり峠の上通ってるんで、暗がり峠はね、奈良から登るとそうでもないんですけど、大阪から登ると有名なヘアピンがあるんですね。めちゃくちゃ急な。で今回押さえてる、コテージの D 棟ですねが一番、少人数でかつ見晴らしがいいになるみたいです。たまたまね、キャンセルが出て、で自分がそのたまたまキャンセル出たタイミングで、丹波の方が、丹波篠山の方がね、ちょっとやばそうだって、寒波でやばそうだって時に代わりがないかなって探してた時にちょうど出てきて、もうこれはここに行くしかないってことで予約取ったんですけど、今日の夜ね、夜景がめちゃくちゃ見れると思うんで、すごい楽しみにしてます。綺麗な映像ね、撮れたらいいなと思ってます。ドローン飛ばすの忘れたよ。さっきのパノラマ展望台でドローンを飛ばしたかったんですけど、完全に忘れてたっすね。入り口ちょっと段差でかめかな。車高低い車ちょっと怖いかも。でもロードスター行けてるんで多分大丈夫だと思うんですけどね。でね、雪がちょっと落ちてたんで、2月頃になって雪が降ったりするとちょっと来るの大変かもしれないですね。でただその場合、シギゴマスカイラインに、スタッドレスタイヤ規制が絶対出ると思うんで、それが出てたらね、多分来れないですね。ここで自分の名前が書かれた駐車場の札をピックアップします。結構な下り坂なんで気をつけてください。なるほど、ここでどうやら駐車場のね、札を取るみたいです。あ、帰りは多分ここで返却するってことですね。鉄の中の自動車用の通路は結構アップダウン傾斜があります。動画だと傾斜が伝わりにくいんですけど、結構な角度で上り下りがありますね。今回の駐車場は第一駐車場で、おそらくは宿泊場所の最寄りのところに止めさせてもらえるようです。混み具合によっては多少遠くなるという記載もありましたので、繁忙期はそうなるかもしれません。動画だと平坦に見えますけど、ここも右斜め前に向かって下っている斜面になっています。はい、というわけで到着しました。今回お世話になる東大阪市立野外活動センター by リキャンプさんです。駐車場はそれなりに下り坂になっているので、ドアパンチとか、あと荷物ぶつけたりとか気をつけないといけないですね。左右幅も余裕はあまりないので、大きい車は結構気を使いそうです。駐車場から各コテージなどには台車を借りて荷物を運びます。使い終わったら都度戻す必要があります。施設全体は広大という感じではなく、程よい距離でこじんまりとした印象です。管理棟ですね。第一駐車場から 100m ほど歩いて、こちらの左手が管理棟になります。コテージ泊の場合、管理棟で説明を受けてチェックインして鍵を受け取ります。電波がないので、NAP のスマートチェックインのアプリは自宅で準備した方がスムーズだと思います。管理棟には売店もあって、飲料、軽食、備品などを購入することもできます。ワークショップなどの企画もされていることもあるので、事前にホームページをチェックするといいかもしれません。今回予約したコテージ D の外観はこんな感じです。緑の苔に歴史を感じますね。特徴は何といってもこの見晴らしのいいベランダですね。さて早速中に入ってみましょう。邪魔すんで、よいしょ。なんかすっごい快適すんだ。ロケ中の俳優
今日ロケに来られたほんまにそういうスタッフのたまり場みたいなの見れる。コテージの中の設備を見てまいります。シャワーがありますね。シャワーこれトイレやろ。これないの？これはシャワーでしょ。一個あんの？もう一個シャワーこっち使ったらいいんじゃないですか。ちょっと高台に。何これ何？障害者対応になってるんですね、多分これ。こっちの電気ないよ。あった。あ、なんで高いんですね。なんでやろ。車椅子からレッドがああーレッドじゃないキャスター。車椅子とかか。コテージ D は5人利用になっていて、1階に3人、ロフトに2人が就寝できます。ちなみにコテージ料金は1棟貸し切りなので、人数が多い方が割り勘でリーズナブルになりますね。料金は季節や曜日によっても変わりますが、安めになってます。失礼します。一番乗り失礼します。開け方わかんない。このドアやったら押すでしょ。そんなことある？おー、綺麗。なんかホームページの画像よりは見えない。あ、でも綺麗そうではあるけど。野球は多分見れるけど、持ってる写真狭めですね。もしかしたらコテージ A の方が見えるんかもしれない。のんびり散歩がてら敷地内を散策してみます。コテージではバーベキューしかできないので、焚き火をするときはこちらを利用する必要があります。コテージ CD からはすぐ利用することができますけど、テントキャビンとコテージ AB は少し遠いかもしれません。右手がテントサイト用の水槽、左に並んでいるのがバーベキューエリアになります。事前に予約して食材持ち込みで利用することができます。炭は現地でも販売されてますね。時期的にコテージ泊の人しかいない感じですね。通常のキャンプサイトもウッドデッキなので、うん焚き火ができないのが辛いところですね。貸し出しもしてるんですね。飯盒水産をするためのセットなどもレンタルすることができるみたいです。ちょうどここがくぼ地になってて、風が弱いんで焚き火しても OK ってなってるみたいですね。ちなみに乾燥している時期の強風の日は屋外の焚き使用が禁止になる場合もあるそうです。ここがコテージ C ですね。ここが今回お世話になるコテージ D です。基本的に車は駐車場に置いて、そこから徒歩で各コテージに行くみたいですね。いや、情報はそれです。夜景も綺麗そうで期待が高まりますね。コテージ B。こちらがコテージ A になります。大人数用かつ眺望のいいコテージです。少し下ってテントキャビンやコテージ A の真下にある駐車場になります。駐車場があるみたいですね。折り返して駐車場から管理棟方面に登っていきます。 DC さん、いい良さそうですね。テントキャビンは各デッキの高さが調整されていて、どこも眺望は良さそうです。中でこたつを使えるテントキャビンもあって、それもまた楽しそうですよね。右端が管理棟、
コテージ CD から道を歩いてコテージ AB テントキャビンがあります。テントサイトのウッドデッキングサイトは画面の中央上端の森の中にあります。ロッジ型テントが常設で、一つだけ持ち込みテント用のデッキが眺望のいいところにあります。テントキャビンサイトの炊事場になります。施設としてはテントサイトの炊事場と同じですね。放置されている感じではないので、もしかしたらピザ窯とかも使わせてもらえるのかもしれません。まだ使われてないっぽいっすね。この眺望はぜひ実際見てほしいですね。冬は特に空気が澄んでいて綺麗です。さて、一通り見てもらったので、コテージの中で晩ご飯までのんびりしようと思います。それぞれ久しぶりに会ったので、近況報告などをしながらのんびりと過ごそうと思います。改めて大阪の街を上空から見下ろすと、本当に無数の建物が所狭しと並んでいて驚きますね。今日は午前中こそ曇天でしたが、昼からはいい天気になってくれて助かりました。みんなリラックスして楽しそうに談笑しています。コテージ泊は暖かいからいいですよね。そろそろ日暮れ時になります。少し雲が濃くなりましたが、綺麗な夕日が見れそうな感じです。太陽も沈んで、いよいよ街並みがキラキラと光る夜景に変わる時間がやってきました。毎週のように遊んでいた頃から比べると、年も重ねてそれぞれ環境も変わりましたよね。でもそれぞれ元気そうで何よりです。大阪平野の夜景は写真で見ても綺麗ですけど、肉眼だとさらに綺麗に見えました。今回は各自それぞれ好きなお酒を持ち込んで、昼間から飲みながらのんびり過ごしました。たまにはいいですよね。今日の晩ご飯は友人が高槻のもつ鍋屋さんでテイクアウトで買ってきてくれたもつ鍋になります。私は先日とあるところでいただいた日本酒を持ってきました。高知のお酒だそうです。早速もつ鍋の第一弾、キャベツとごぼう、ニラのシンプルなもつ鍋になります。めっちゃうまそう。なんか鍋に盛り付けるだけでうまそうですよね。再加熱したからまだかな。まだだと思う。ですね。ごぼうとかめっちゃ火通りにくいから下に入れたかったんやけど、ごめん。いや、いいっす。なんかもう一番容量の多いキャベツをさっき入れてもらった。ちょっと一回ひっくり返しますか。天地返し。それちゃんとちょっとオタクなことボソッと言ってやめて。ほんまにちゃんとオタクなんて安心するからや。うちの嫁さんと私とでいおりと4人でご飯食べたところにがここやね。私も持ってきた梅酒をゆっくり飲みながらめちゃ美味しいもつ鍋をいただきました。見た目はすっきりしてそうなんですけど、結構濃いめの味で食感のいいもつと合わせて絶品でした。取る前に食べちゃったんですけど、締めにはちゃんぽん麺と、あとだし雑炊をいただきました。雑炊を食べるのに何気なく香辛料いろいろありますよって調味料箱を出したんですけどね。その中のマジックソルトが10年ものになってて、恐る恐る匂い嗅いだらお寺の畳の匂いがしました。
その後、友人が気を利かせて買ってくれたチョコケーキをいただいて、お腹は満腹になりました。A few moments later. みんなが寝静まった頃にちょっと外に出て夜景を眺めようと思います。めっちゃくちゃ綺麗。これは動画より実際見る方が数倍綺麗です。みんなが寝静まったんで一人でちょっと外に出てきてます。ちょっと離れたところにねコテージがあるんで、あんまりでかい声では喋らないようにしてます。高満月ですね。めちゃくちゃ綺麗。ちょっと離れたところにね今日寄ったパノラマ展望台があるんで、そこまで車で行けたらいいんですけど、夜はね夜間外出の車が制限があるんで乗っていけないです。寒いけどめっちゃ綺麗。そろ寒いので帰ります。コテージでいいとすぐちょっとね歩けば今の夜景見れるんで、一応ベランダからもある程度見えるんでいいっすね。特に懐中電灯もなくていけそうですね、この距離やと。The next day. 一夜明けて2月1日の朝になります。ちょっともやってますけど、今日はとてもいい天気になりそうです。朝日に照らされているキャンプ場、とても爽やかな風景ですよね。本当にいいロケーションです。チェックアウトを済ませてキャンプ場を後にします。お世話になりました。寮内にはいくつかの駐車場が分散して設置されています。こちらは第2駐車場になります。ここで駐車場札を返すと、駐車場の札で駐車場所が指定される仕組みはとても分かりやすくていいですよね。はい、というわけでバックしてきたんですけど、おおむねとても良かったと思います。いくつかね、問題点というか、あったんですけど、それを考えても、値段考えりゃいいかなぐらいの、ところでした。全然いいかな。夜景がねとにかく綺麗だったんで、動画でねお見せできてると思うんですけど、よいしょ。道がアップダウン結構激しいんであれですね、大変か。後でねちょっとまとめて説明しようと思います。で、今からは鐘の鳴る展望台だったかなに行って、その後カフェに行って、で温泉入ってで帰る感じになりますよ。昨日はね、一緒に行った友達が、もつ鍋をねテイクアウトで具材を買ってきてくれて、みんなでもつ鍋して食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。高槻にあるあずま屋さんっていうお店らしいんで、もし気になったらぜひぜひお店の方に行かれてみてください。もつ鍋好きなんですよね。で、大阪の東三国にあったもつ鍋屋さんがめちゃくちゃお気に入りだったんですけど、そこがちょっと閉店しちゃったんですよね。閉まっちゃって、で、ここ
なんでちょっともつ鍋に植えてたんで本当に助かる。いろいろ撮影しながら来たので、ちょっと寒い中待たせてしまいましたね。申し訳ない。動画撮影はソロでされている方が大半なのは、やっぱりこういうことがあるからですよね。いやー遠かった。みんな早いから大変やった。もともとはニコニコ動画経由で知り合ったバイク仲間なんですけど、もう長い付き合いになります。おお、羽の鳴る展望台。前回来たのはいつか覚えてないぐらい前なので、記憶もかなり曖昧です。夜来るところかもしれないですね。前回は夜に夜景を見に来たのは覚えています。こういうライトが夜はめちゃくちゃ綺麗だと思います。みんなには先に行ってもらってたので、ちょっと早足で追いつこうと思います。おはようございます。小高い丘の上にさらに展望台が設置されてます。この時点でそれなりに風があって、体感気温は結構低いように感じますね。恋人の聖地ですね。こういうとこやどっからおみくじどっから持ってきたの？金庫番長のやつです。3なれます。看護師って書いてるんですよ、裏裏。看護師さんなれます。なれますようにじゃないからね。看護師さんなれますですからね。なれるでしょう。絶対なれるでし慣れます。展望台の途中にあるロープを引くと希望の鐘を鳴らすことができます。耳がキーンってなる。ここはめちゃくちゃ風が強いです。この時期に吹きさらしなのはかなり辛いですね。じゃあみんなで鍵つけますか。あのウィークだけでびっくりするぐらい寒いの。寒いわ。ね。これ。ああ、この全部外して潰して作ってんねや。すごい。古いやつはいい感じに黒くなってるね。あ、でも偉いっすね。なんか他の時でね、これであってもらったらいいっすね。へえ、賢い。2回通ればいいことがあるけど。よいしょ。やべ、有蔵さんといいことが。これって神社の初詣で入るやつ。2つのリングがあってこう8の字に運ぶやつ。寒っ。あちょカフェ。
羽の鳴る展望台に着きました。よいしょ。で、今からカフェに向かいます。ちょっとこの時期だとめちゃくちゃ寒かったですね。で、夜綺麗なんですけど、多分夜はもっと寒いんじゃないかなと思います。ね、お子さんとか連れてくる人はちょっと防寒ちゃんとした方が良さそうですね。特に一番上の一番景色がいいところが風が強かったんで、しっかり着込んで上まで上がってもらった方がいいですね。ここが逆から見た時の野外活動船入り口ですね。こっちからの方が分かりやすいですね。反対側からの看板もあるんですけど、マモスはハンドリングが本当に素直です。頭が重い感じもしないし、スーッて曲がっていってくれる。いいですね。あとはカフェに寄って温泉に入って帰ります。あ、ここが朝日駐車場なんだ。ここから朝日がよく見えるみたいですね。朝日駐車場って書いてました。ここが暗がり峠ですね。いろんな人も動画でね、よく出てくる。スカイラインも基本的にあれですね、上があんまり電波が入りづらいですね。遊園地とか施設、それなりに人が来る施設の周り以外は基本的に電波が入らないみたいです。テギーコマラインの料金所に到着しました。こちらで自動精算機で通行料金を支払います。テギーコマスカイラインを出てすぐ近くに目的地のカフェがあります。到着しました。カフェチャレンジャー88さんかな。英語読みでチャレンジャーが売ってますね。かわいいお店。チャレンジャー88さんはアメリカンダイナー風のカフェダイナーです。駐車場はお店の横の通路を通って裏手にあります。20台ほど止められそうでした。通路の道幅も広めにとってあるのでアメリカンサイズの車も大丈夫です。お店の外観、内装もアメリカンでとてもおしゃれですね。テンションが上がります。アメリカンダイナーってことで定番のハンバーガーがメインの料理なのかなと思ったんですけど、こちらはアメリカンピザがメインになっていて、ピザメニューの種類もとても豊富でした。私は玉ねぎピザを選びました。運転しながら淡路島のことを考えていたので、もちろんコーヒーやカフェオレなどもあります。キャラメルマキアートをいただきました。食後のデザートにスイーツピザのティラミスピザをみんなでシェアしました。甘い生クリームと生地に染み込んだ苦めのコーヒーシロップがうますぎずとても美味しかったです。というわけでカフェに行ってきました。めちゃくちゃうまかったですね。ピザがすごいボリュームあってうまかったです。でも玉ねぎピザ食べました。ここから少し市街地の方に走ったところにある温泉に入りに行きたいと思います。結局昨晩はそのまま寝てしまったので、早くのんびりお風呂に浸かりたいです。到着しました。天然温泉つくもの湯極楽湯になります。生駒山を水源とする温泉で地下 1300m から湧き出しているそうです。入り口には地蔵様の祠から温泉が湧き出してます。なんかご利益ありそうですよね。A few moments later. 結構混雑してましたが、とてもいいお湯でした。市街地のど真ん中なのに駐車場が広くて助かりますね。帰りましょう。夕
友人たちとはここで別れて、あとはのんびり自宅まで帰ろうと思います。バイクと違って車はゆったり座って移動できるので、疲れている時は助かりますね。で、温泉に入ってきました。で、今から帰るとこです。ここからは今回のコテージ利用のまとめをしていきたいと思います。まず市街地からのアクセスがとてもいいです。うちの家からでも1時間もあれば到着できます。また山上ということもあって騒音が少なくてとても静かに過ごすことができます。山上なので夏は涼しくて一緒に良さそうです。ただし冬はとても寒かったです。コテージ同士がそれなりに離れていてプライベート感がありました。敷地は広大ではないけどその分使い勝手がいいですね。溶接テントやバーベキュー場などレンタルできるものが多いです。買い出しだけすればアウトドア楽しめると思います。やはりこのキャンプ場の一番いいところは夜景だと思います。めちゃくちゃ綺麗でした。暑い夏にキャンプするのにも良さそうですよね。山上で風もあるんでそれなりに涼しいと思います。あとスタッフさんの対応が愛想も良くて丁寧でとても良かったです。あと全体の悪いところなんですけど、これはあくまで強いて言えばっていうところになります。またいいところと相反するところもあるので参考程度にしてください。敷地内の車道がアップダウンの傾斜がそこそこあります。車高の低い車、エアロがついている車は危ないかもしれません。第一駐車場は傾斜があって気を使う部分がありました。お子さんがいる時とかドアパンチとかねしちゃうかもしれないんで注意してください。コテージに車を横付けはできません。ただし事情があれば相談はできるそうなので相談してみてください。シリースカイラインの通行料がかかるので実質途中入退場は難しいと思います。施設の中にはお風呂がないのでシャワーのみになります。焚き火を自由にできないので焚き火好きにはちょっと不向きかもしれません。焚き火での調理は基本的に炊事灯のかまどを使う形になります。電波が入りにくいので連絡を取りづらいです。次にコテージのいい点です。コテージの一棟貸しにしてはとてもリーズナブルでした。今回ですと1人当たり3000円程度になります。調理器具、食器、カトラリーなど基本的なものは揃っています。またコテージには備え付けのシャワーがあるので24時間好きな時に入ることができます。コテージ A、あと D は大阪平野の見晴らしがとてもいいです。おそらく A が一番いいのかと思います。ログハウス風のコテージがとても雰囲気がいいです。窓も大きくて外もよく見えます。寝具は人数分一通り揃っているので寝床に困ることはないと思います。コテージはバリアフリー対応になっているところもあって今回のコテージ D がバリアフリーになってました。何も困ることがないというレベルではないですけどコテージ泊としては十分と思います。まあ値段考えれば上等だと思います。次にコテージの悪い点ですけどこちらも強いて言うならばなので参考程度にしてください。少し古さはあるけど事務的には許容範囲でした。備え付けのアメニティ類は最低限です。ティッシュなどもありませんので調理をする場合はいろいろ持ち込みが必要となります。食器も最低限なので料理の内容で追加が必要になってくると思います。紙皿や紙コップなどを持っていってもいいかもしれません。真冬でも暖房が有料オプション扱いになっています。ファンヒーターが12時間程度使用できる状態で600円になります。エアコンもコイン式で1時間100円で襖前投入になってますので寝る前に入れといてっていう感じになると思います。これがちょっと一番辛かったんですけど寝具の敷布団代わりのマットが硬すぎます。畳の上に寝てるぐらいの硬さなのでマットかなんか持っていった方がいいです。シンクの給湯器が小さいのでお湯が突然水になったりします。その他気になったところなんですけどウッドデッキにテントを張るときは専用ペグが必要でなければレンタルする形になります。乾燥強風時にはバーベキューや焚き火がそもそもできない時があります。焚き火での調理は基本的にできません。焚き火はキャンプファイヤー場でとなってるんですけどキャンプファイヤー場では調理をしないでくださいっていう形になっているので調理ができないと思います。テントサイト利用での調理は基本的にガスバーナー等でやってもらうかあとバーベキュー場を借りてバーベキューをするかどちらかになると思います。
管理棟の中にキッズスペースがありました。で、またワークショップが開催されている時があるので、事前にホームページでチェックするといいかもしれません。今回、いい悪い上げさせてもらったんですけど、悪い方は強いて言えばというところと、あと、やっぱりどっちを取るかって話になってくるので、参考程度にしてみてください。今回の動画は以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。これからもいろんなキャンプ場に行った時にレポートをしたいと思います。もしこの動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I wanna see